動画をご覧いただきありがとうございます。今回は私が TOEIC スコアを200点アップさせた時のキンフレの勉強法をお届けしていきます。このチャンネルでは英会話の上達法や TOEIC のスコアアップの秘訣などを配信していくので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それでは早速参りましょう。今回の動画では前半に基本的なキンフレの使い方、後半に現在取り組んでいるキンフレの復習方法をご紹介していきます。前半に紹介する基本的な使い方が、私が TOEIC スコアを585点から785点へと200点アップさせた時の方法です。後半の現在取り組んでいる復習方法については、キンフレをある程度やり込んで、より高得点を狙いたい人におすすめの方法となります。ご自身が目指すスコアに合わせて参考にしていただければと思います。また、キンフレを勉強する際には ABCD というスマホアプリで音声を聞きながら進めます。これから初めてキンフレを使う方は ABCD のダウンロードもお忘れなく。朝のオーバーラッピングが完了したところで、まずはキンフレの基本的な使い方を紹介していきます。キンフレの勉強は何度も周回するのが基本ですが、ただ闇雲に繰り返すのではなく、インプットとアウトプットの両方を意識して行いましょう。これを踏まえた上でまず1週目では、1日100単語を目標に通しで覚えていきます。覚え方としては、まずは日本語訳付きの音声を聞きながら、右ページの英単語と日本語訳、左ページのフレーズを眺めて、単語が使われている場面をイメージしていきます。100単語を終えたら英語音声に切り替え、紙で日本語訳を隠しながら意味を思い出せるかチェックしていきます。私はここまでの流れを夜に行い、翌朝もう一度英語音声を聞きながら単語を見て意味を思い出せるかチェックしていました。1週目のポイントとしては、いきなり完璧を目指さないことです。というのも、ここまでの流れを1週目として紹介していますが、夜に暗記、直後に一度思い出す、朝もう一度思い出すといった流れで実質3周していることになります。この方法で最初から完璧を目指そうとすると、途方もなく時間がかかってしまい、挫折してしまいます。英語音声を聞きながら思い出すときには、1単語5秒程度考えてもわからないときには、すぐに日本語訳を確認し、サクサクと次に進むことを最優先に進めましょう。多くの YouTuber さんがおっしゃっていますが、単語帳は何周もして単語と出会う回数を増やし、単語と顔見知りになるというのはその通りだなと感じます。また、各単語には発音記号が掲載されているので、余裕がある人は実際に発音もしておきましょう。文字だけしか覚えていないとリスニングで聞き取れなくなりますし、リーディングでは声に出していなくても頭の中で音読をしているので、発音がわからないとつまずいてしまいます。時間が限られている TOEIC では少しでもタイムロスを避けたいので、簡単でいいので発音もしておきましょう。ここからは2週目、3週目の流れを一気に紹介します。2週目では右側の英単語だけを見て意味を思い出せるかテストしていきます。紙ので日本語訳を隠して1単語につき5秒程度考えてもわからなければ、すぐに日本語訳をチェックし次に進みましょう。2週目を終えたら今度は3週目として英語音声を聞いて意味を思い出せるかテストします。英語音声はどんどん次の単語に進んでいくため、この段階で英語音声のペースに合わせて意味を思い出せるようになるのは正直難しいと思います。私も何周したか覚えていません。何度も繰り返すうちにだんだんと慣れてきますが、音声についていけなくて挫折しそうという人は3週目のテストは一旦飛ばしてもらっても OK です。ここから4週目以降について解説していきます。といっても4週目以降は2週目から3週目の流れをひたすら繰り返すのみです。TOEIC はリスニング、リーディングそれぞれで瞬時に意味を理解することが問われるテストです。キンフレの勉強ではスピード感を意識し、何度も読み返し、何度も聞き直して、反射的に意味をイメージできるようにトレーニングしていきましょう。ここまでご覧いただくと分かる通り、私はアウトプットすることを重視していました。ただ単語を眺めたり、音声を聞いたりしているだけだと、本当に単語を覚えられたのかどうかが分かりません。テストしていると、また同じ単語で間違えたと落ち込むこともあるのですが、苦手な単語にしっかり向き合うようにしていました。また、TOEIC 本番2週間前ぐらいを目安に苦手な単語だけに絞り込み、重点的に復習するのもおすすめです。私が苦手な単語を絞り込んだ方法は、単語を見て意味を思い出せたら左端のチェックボックスに1つチェックを入れ、音声でも思い出せたら2つ目のチェックを入れていました。チェックが0もしくは1つの単語は苦手と判断し、付箋を貼って重点的に読み返していました。さらに、ラスト1週間は耳をコーチトレーニングするイメージで、1.2 から 1.5 倍速で音声を聞いていました。1.2 から 1.5 倍速で聞くことで、もしや本番の音声が若干ゆっくりに聞こえるので、余裕がある人はぜひ試してみてください。ちなみに当時は、この単語は文法書にも載っていたなと思ったものは文法書を見直し、余白にフレーズを書き込んでいました。こうすることで文法書を読み返す際にキンフレの復習も兼ねることができるのでおすすめです。ここまでが私が TOEIC スコアを200点アップさせた時のキンフレの勉強法です。ここからは発展編として私が現在行っているキンフレの復習方法をご紹介します。具体的な方法としては、一旦すべての付箋を外し、英語音声を聞いて意味を思い出す。英単語を見て意味を思い出す。備考欄を読む。
苦手な単語に付箋を貼り直す。苦手な単語を1日1回チェックする。1週間後に再度通しで見直し。といった方法です。音声を聞いて思い出すのと読んで思い出すのはこれまでに説明した方法と同じですが、今回は備考欄を丁寧に読み直しています。備考欄には各単語の重要な語法が説明されていますし、関連語、派生語なども豊富に載っています。近年の TOEIC は難化がより進んでいると言われていますし、備考欄も含めしっかりと暗記していきます。しかし、すでにキンフレを何周もしているとはいえ、久しぶりにチェックしてみると案外忘れているものです。TOEIC 本番までに改めてキンフレを仕上げて、万全の体制で臨みたいと思います。ちなみに今回の TOEIC に向けた勉強期間では、単語帳は主に DUO 3.0 を使っています。DUO を使っている理由は、公式問題集に載っている知らなかった単語が DUO の派生語の欄に結構載っているなと思ったのと、英会話力も合わせてアップさせていきたいと思ったからです。今回の勉強期間で使っている参考書を紹介した動画は概要欄にリンクを貼っておくので、後ほど合わせてチェックしてみてください。最後におまけ的な内容として、単語を楽しく覚える方法も簡単に紹介していきます。私がキンフレで単語を覚えた時には、自分なりに語呂合わせができそうな単語は語呂合わせで覚えたり、自分の趣味や仕事につなげられそうな単語にはメモを残したりしていました。例えば最近、大谷翔平選手のホームランのハイライトを見ていた時に、開始、発売といった意味のローンチが、ローンチアングル、打球の打ち出し角度として使われていたり、NBA の試合実況で He launched a three-pointer として使われていたりしたのが聞こえてきました。ローンチはビジネスのイメージが強かったんですが、スポーツシーンでも使われていると知り、一気に親近感が湧きました。こんな感じで私はキンフレを勉強しています。最近は TOEIC の難度が進み、キンフレに載っていない単語も多数出題されるようになっています。とはいえ、キンフレの単語が重要ではないかというと、そんなことは一切なく、キンフレなどの TOEIC 定番の単語帳1冊終えた上で、公式問題集で最新の傾向や知らない単語を押さえていくというのが地道ながら最短のルートなのかなと感じます。高得点を狙うのが難しくなっていますが、TOEIC を受ける予定の人は目標スコア獲得に向け、一緒に頑張っていきましょう。動画の感想や、私はこの単語帳を使っているよといったコメントがあれば、ぜひ聞かせてください。そしてグッドボタンもどうぞよろしくお願いします。今後も英会話の上達法や TOEIC のスコアアップの秘訣などを配信していくので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。See ya!